皆さんこんにちは、田上瑠奈です。今日は昨日質問を募集したんですけど、その質問に答えていきたいと思います。in お風呂場ということで、早速ね、紙にこういう風な感じでいっぱいたくさん書いたんですよ。なのでそれに答えていきたいと思います。なんかろうそくなんか焚いちゃって2個もここにもあるんですけど、これとか後ろにも焚いちゃって、ちょっと髪の毛がポニーテールが当たって火事にならないかという心配はあるんですけど、はい、頑張りたいと思います。はい、じゃあ早速いきます。生い立ち紹介チャンネル、自己紹介からしますね。私の名前は田上瑠奈です。生年月日は2000年8月10日です。星座は獅子座です。血液型は AB 型です。私は、福岡県の田川市というところで生まれ育ちました。で、なんか中学校まではそこ、中3まではそこで、高校1年生、高校に上がる時に大阪に、やってきました。で、その大阪に行くか福岡に残るかっていう決断を迫られたんですね。親の都合だったので、福岡で行きたい高校があるならそっちでもいいし、なんか行きたい高校があったんですよね、福岡で。そうだからそっちでもいいし、大阪に一緒に来てもいいよ、どっちでもいいよみたいな感じでやって、でもなんかめっちゃど田舎だったので、なんかどうせなら都会行きたくねえと思って、いや一緒に行くみたいな、大阪行くって言って大阪に来ました。なんかいろいろね、ギャップがあるわけですよ、福岡と大阪。なんか同じ日本なんだけど言葉も違うし、方言が。そう私なんか意味わかんない言葉めっちゃあるし、でその言葉をバカにされるとかない、なんか面白がってこうなんか喋ってよとか最初の方は言われたりとかして、それで別に嫌な気分もしなかったし、逆に人気者みたいな感じで嬉しかったんですけど、はい、そんな感じです。で、大学は関西外国語大学に行ってて、4年間行きました。で、今私は23歳です。次、トリマン自己肯定感の最強の上げ方。とりあえず自分のことを可愛いというふうに思い込む、落とし込むということが大事だと思うので、人はね、そんなに自分が思ってるほど言ってくれないの。可愛いとか、なんか自分が喜ぶような言葉を。だから自分だけ思ってればいいと思うし、そのルナがやってるのは、比べないことが一番大事なんだけど、やっぱ比べちゃう時ってあるじゃないですか。そう、ルナも高校の時、中学高校ぐらいまで、高校の半分ぐらいの時までは自分が世界で一番可愛いというふうに思ってたんですよね。いやガチで本当になんか可愛い人いるのみたいな、自分言うに全然可愛くなかったの、今思えばなんですけど、そういうふうなマインドっていうか、なんか自己肯定感めちゃめちゃ高かったんですよね。でも高校2年生ぐらいになって、自分より可愛い人っているんだみたいなことに徐々になんかこう現実と向き合い始めたというか、気づき始めて、なんかショックみたいな感じで思ったりはしたんですけど、そんなの考えたってその人にはなれないし、てか逆にその人も私にはなれないしということで、自分にしか持ってない色を出しまくりましょう。もう放ちまくって魅力的な女になればいいと思います。だからこの世にあなたという人、私とルナという、田上瑠奈という人はこの世に一人しかいないわけだから、楽しもうよって話、人生。3問目にして熱いんだけど、喧嘩とかしたりする？普通のカップルっていうか恋人なので喧嘩とかはしますけど、大体ね、決まってるんですよね。もうルナがわがままを言ったりだとか、ちょっとそうですね、それが多いですね。わがままじゃんなんで、はい、それが多いかなっていう感じ暑いんだけどやばい、炊き汗ですわな。先輩、次、こんな男はやめとけみたいなのあったら教えてほしいです。幸せになりたい。先輩、ルナが嫌いな男というか、そっち系かっていう男の特徴があって、それはなんか例えばなんか長く付き合ってた彼氏と別れたらとします。で、いきなり DM 来るやつとかなんか今までその仲良くなかったし DM とかもしたことなかったぐらいのレベルなのに、なんかいきなり連絡取ってくるとかはちょっとなんか嬉しいかもしれないんだけど、なんかうわって思っちゃうかもしれないあと言えるのは、所作が激しい男はノットですね。本当に
なんか所作って何かっていうと、なんかこういうその動き、その人の動き一つ一つのことなんだけど、なんかこういうのも、例えばこういう、今ねこれキティちゃんが目の前にあるんだけど、これをなんかこういう感じでバンって置くとか、なんかそういう一つ一つの動作が激しい人はちょっとやめといた方がいいと思うし、なんかいろいろ激しそうだし、プライド高そう、高いと思うんですよ、私の経験上。なんかそういう気がします。だから所作激しい人と、あとなんかそういうこうちょっと別れたりとか、彼氏とちょっと下げみたいな時に DM 来る男には注意という感じですね。次、彼氏の前でおならができません。ルナちゃんおならしますか？彼氏の前でおならしたことないですなんかおならが出ないというか、いや、おならってコントロールできるじゃん。できない？なんか本当に究極におならがしたいってなった時は他の部屋に行ってすると思うし、その場から離れてしたらいいんじゃないですか。もうそれか音を殺してもう浸透させるか、私2択しかなくない？でもルナは全然されてもいいし、彼氏がしてても別に何も思う。でもちょっと言うかも、めっちゃ言う。プーしたみたいな感じで言います。次、ルナちゃん流好きな人へのアピール方法ありますか？でもなんか DM とかいろいろなんか手段はあると思うんだけど、ルナが一番本当に手っ取り早くて一番効き目があるなと思うのは、直接言うことなんですよね。それにしかかなわないというか、それしか勝たんって感じだから、何かしら手を使って直接会って、その時に、気持ちを伝えらなくてもいいけど、こうなんかデートで誘ったりだとか、なんかちょっとインスタの DM 送ってもいいとか、なんかそういう何でもいいから声をかけてちゃんと会って話す。だってじゃないとインスタとかの印象と DM とかの印象は全然違うと思うの、あったら。それでなんか決めつけられてるのもったいないし、なんか私もそのうちの一人なんですけど、こうちょっと近寄りがたいみたいなとか、話しかけづらいみたいな感じで思われがちなんだけど、でも話したら自分はそんなことないし、話しかけてほしいしって思ってるんで、だからもったいなくないと思うので、私はもう狙った獲物は逃がさないっていう感じでちゃんと自分から話しかけます。もうそれに尽きると思うし、それが一番効果てきめんだと思います。でそっから DM をしていって、もうどんどんバーって攻めていくという。だから最初の1番目が肝心だと思うから、それはもう最初になんていうの、直接攻めた方がいいと思うという感じです。ちょっと冷水入れること可能？炊き汗なんだけど大丈夫？じゃあ次いきます。最近のルナのマインド聞きたいにゃんこ好き。ルナも上がったり下がったり、こう浮き沈みはあるわけですよ。なんか基本こういう感じの平行線でこうマインドが進んでるんだけど、たまにこうへこんだりとか、たまに上がったりする時もそりゃある人間だからという感じなんですけど、例えばアンチが来たりとか、自分が嫌なことを言われたりとかしても、その人はなんか見てる、自分のことをその時点で見てるから、こっちの勝ちなんですよ、見せてるから。なんか YouTube とかそのインスタとかでもたまにこうアンチコメントをしてきたりとか、なんかたまにねあるんだけど、なんかそういうのも結局こっちなんか見てるじゃん、見て反応してんじゃん。だからそれでその時点でこっちが勝ちだし、向こうが負けだと思うので、私はなんか全然本当に気にしてないし、逆にそうやってコメントをしてくれることによって拡散してくれてるっていう風に捉えて、なんか全然気にしてないです。自分のことを一番に考えて、自分がいいように生きるといういい意味でね、周りに迷惑をかけてはいけないと思う。それは絶対条件なんだけど、かけない程度に自由に、そして私らしく生きるという感じを、なんかマインドか分かんないけど、これがでもそれを目標にはしています。次、卒業式後の打ち上げでカラオケ行くんだけど、スキピにぶちかませる技とかある？いいですね、いいですね、いいですね。卒業式後の打ち上げ、そうね、とりあえずね、横には座らない方がいいと思う。なんか横に、座るのもいいんだけど、それよりちょっとなんか目が合う方がよくない？なんか隣だったら目がなかなか合わないってこう触れ合い合戦みたいになっちゃうじゃん。なんかこうそれがちょっと NG なので、なんか触れるより目が合う方がドキッとするような気がするから、ちょっとわざと目の見える、なんか目が合う位置に行くみたいな、目の前じゃなくてもいいけど、とりあえず目が合うところに行って、なんかちょっとこうチラチラビームを送る、ハートビームを送ったりだとか、
カラオケってさ、ドリンクが好きじゃん。でドリンクは取り行く時に「私取り行くよ」みたいな「何々一緒に行こうよ」みたいな感じで言ったらいいんじゃない？おかしいかな。それぐらい積極的な方が、どういう関係性かちょっとわからないから何とも言えないんですけど、それ言える関係なら言った方がいいと思うし、もし本当に言えない関係で好きみたいな感じだったら、もうとりあえず目線の入る場所に行く。はい、そしてね、カラオケは絶対に歌った方がいいです。歌わないより恥ずかしいけど、下手かもしれないけど歌った方がいい。下手でも上手くても関係ないの、その場では。はい、だから絶対に歌って。次、顔に自信ない。ルナちゃんみたいに可愛くなりたいよ。顔に自信ないのは私も一緒で、顔に自信がないから、スタイルを良くしようとか、例えば言葉遣い良くして性格だけでも内側だけでも綺麗に見せようというふうに思うわけじゃないですか。だからいいんですよ、そのままで完璧な人なんて本当にいないわけ。そう、もしかしたらいるかもしれない。少なくとも私は完璧じゃないから、顔も性格も全部なんだけど、だからこそ他で補うんですよね。そう、ルナは自分の顔が、好きなんですけど、でもやっぱコンプレックスとかもあるから、それを隠すためにメイクを上手になろうとか、歯がコンプレックスだったら努力して矯正をしようとかさ、唇が薄いのがあれだったらヒアルロン酸入れに行こうとか、そういうのがあるわけじゃん。別にそれでどうとでもなるというか、あれは範囲はあるけど、そこじゃないっていうか、それ以外のこと、顔以外のことで自信を持てばもっと魅力的な最強女になれると思うんですよ。インスタ上ではそれは顔が可愛い人が優勢ですよ。もうインスタは、写真しか見えないし、そういう世界なので、インスタはもう雰囲気と顔、もうその世界ですよ。それはしょうがない。だけどリアルで私たちは生きてるわけじゃないですか。今インスタの世界で生きてるわけではない。なのでリアルで可愛ければいいんですよ。インスタで可愛くなくても。インスタというのはね、加工があるから、加工いくらでもできる。どんだけ盛ることもできます。可愛くないと思っててもね。だけどリアルって盛れないじゃないですか。そうだからそこでいかに可愛く見せるかが重要だから、そのために日々私たちは肌をきれいにしたりとか、外見もそうなんだけど内面を磨きたいんじゃない。マインド最強マインドにしたいとか、強い女になりたいとか。そうだから現実で可愛かったらいいの。ルナも中学校の頃とか高校の頃、自分ではめっちゃ一番可愛い、私が世界一可愛いんじゃないというふうに思ってたんですけど、マジでそんなことないし、今卒アルとか思い返してみたら本当にブサイク本当にブサイクで、今ともう全然違う、180度違う。誰ってなるんですよ、本当に。だからそれぐらい違うから、努力と少しのチートで変わります、人生は。なのでそれも努力だからね、そのチートするのもアップデートするのも。だから自分の努力次第で変わるから、全然気にしなくていい。分かった。それより顔のことをどうこう言うより、自分が今できることを、自信がつくようなことをやりなさいっていうことです。頑張ってください。私も頑張ります。一緒に頑張ろう、みんなで。次、ルナちゃんの人間関係とか人との付き合い方知りたいです。私はですね、あまり友達がいないということで、結構友達がいないんですよね、本当に。結構表面上では仲良くできたりとか、初対面でも別に人見知りとかそこまでそんなことはないんですけど、やっぱり仲良くなれる人と仲良くなれない人っていうのがいるわけで、誰でも彼でも仲良くなれるわけではない。そして仲良くなったと見せかけて全然信じてないっていうパターンがあるんですよ、厄介なことに。そうだからこの前私はそれで激悩みをして、どういうことで悩んだかというと、なんでルナってこんなに友達がいないんだろうっていう悩みをしたんですねいるじゃんみたいな、大学の友達とか高校の友達とかいるじゃんって思うかもしれないんですけど、確かにその子たちを信用してるし、大事な友達、もうベストフレンド、親友だと思ってるですけど、最終的にはやっぱり自分しか信じれないということなんですよね。それについて深く考えてめちゃめちゃ病みました。その時は病んだというか、バッドに入った、バッド人生だったんですけど、友達と話してて、ルナがなんとかあるじゃんみたいな、こういう波があってとかいう悩みを相談するじゃん、その子に。でもその人は今聞いてるけど、本当は私のことなんて思ってないし、聞きたくもないんだろうなっていう、バッド変換になっちゃう時があるんですよ、たまにね。
毎回思ってるわけじゃないけど、そうだからでもそんなこと思ってないかもしれない相手は。だけど自分でそういう風にバットに陥っちゃうんですよ。だから本当に自分しか最終的には信用してないし、で信頼関係を築くとか友達作りっていうのが結構難しい、本当の意味での友達ってことね。そう難しいタイプだとは思います自分で。そうでもそれが嫌とかだからこう変えたいとかそういうことは全くなくて、でもそれを誇りに思ってるとかそれがいいってわけでもないんですよ。なんかどっちでもないそうだから結局はもう私がこれでいいんだから、これで23年間生きてきたんだからこれでいいんですよっていう結果に至ってバットから抜け出しました。そこでね今私はラッキーなことに彼氏という存在がいるので、彼氏に相談したりだとか彼氏に話を聞いてもらう、その分そういう存在が一人でもいれば私の人生はハッピーなので、やっぱり友達関係でも悩むことはたくさんありますよ。意思疎通合わなかったりとか、こう思ってんのにとかこうイライラしたりとか、やっぱりそれは仲良ければいいほどあるわけであって誰にでもあることだと思うの。この人には言う価値があるなみたいな、これからも仲良くしたいし自分のために言おうと思って言うことはあるんですけど、この人には言う価値ないなみたいな、もう別にこれで会えなくなってもいいやって思う人にはもう何も言いません。もうフェードアウト。これからも付き合っていきたいなと思う人は言うけど、それ以外はもう何も言わない。もう自分が我慢すればいいやという感じで、そのストレスはどっかに発散する。もうそれ自分が我慢すればいいので、それはねそういう感じで決めてます。次 MBTI は ESFJ です。次ルナちゃん落ち込んだ時何する？落ち込んだ時はとりあえず彼氏に話を聞いてもらうもうそれなんですけど、とか本当に日記を書く、デスノート化した日記があるんですよ私には。それを毎日つけてるので、それに本当に嫌なこと悪口とかも全部書くそれが吸収してくれて、もうそれで私はすっきりするからそうします。運動したら結構時間経つの早いし忘れるよ以外にどうでもいいやっていう風になっちゃうから、運動しな、一石二鳥じゃん。筋トレもできるしストレスも軽減されるしみたいな。決まり。次ずっと気になっていたんだけど、ルナちゃんって普段どんなお仕事してるの？ YouTube ちょっとだけモデルのちょっとしたお仕事だったりだとか、一番はジュエリーですね。ジュエリーブランドを立ち上げた、ビッグジュエリーというブランドを立ち上げたので、それが主なお仕事です。あとはイベントだったりだとか案件のお仕事もあります。ちょこちょこね。ビッグジュエリーをもっともっと頑張っていって、みんなにたくさんの人につけてもらいたいなと思ってるから、もっと頑張ります。応援よろしくお願いします。次彼氏さんとの馴れ初めとかエピソードたくさん聞きたい。その大学1年生の時から知ってるのは知ってました。だけど別にインスタとかも公開してないし、つながりとかもなかった一切で、学校とかでもし会ったりとか見かけても全然バイバイとかも言わない、そういう仲ではない。全然本当にお互い知ってるけど知らないふりをしていたという感じなんですよね。で、4年生大学4年生の時にルナとサキとユイでサマーパーティーを開いたんですよ。外大サマーパーティーっていうのも。でそれに来てくれたんですよね、ゲストとして。で来てること知らなくて、で話しかけてくれて「ルナちゃんだよね」みたいな「この前どっかで見たよ」とか言われて「いきなり話しかけてくる言葉がそれ?」と思って、チャラッと思ったんですよね。そういう場で話しかけられて、しかも見たよみたいな、嘘か本当かわからない話をされて、絶対それルナじゃないよとか思ったんですけど、そうなんだみたいな感じで言って、その場はもうそれしか話してないです。でその次の日ぐらいにインスタのフォローが来たんですよね。でインスタフォロー来たと思ってフォローを返して、でそっから友達と飲みに行った時にたまたま会ったんですね。今の彼氏と会って、一緒に飲もうやんって、一緒に遊ぼうやんってなって、そこでめっちゃ話したんですよ。その時に恋愛の話とかいろんな話をしたんですよね。それでその時は別に本当に何も思ってなかった。向こうは知らない。向こうは多分可愛いとか思ったかもしれないんだけど、ルナは別にあんまりそういう恋愛感情はあんまり湧いてはなかったんですよ、その時はね。
DM とかをしてきてくれたり、そこからドライブ行こうとか、なんかご飯食べに行こうとか、なんか遊ぼうみたいな感じでこう誘ってきてくれることが増えて、最初はなんか友達と一緒とかが多かったんですけど、だんだん2人きりでなんかどっか行くことが増えて、去年で一昨年の12月27日に付き合うことになりました。はい、好きみたいな、恋愛として見るようになったのは、まあその2ヶ月後からなので、2ヶ月ぐらいでゴールインというか付き合いました。ざっくり言うとそんな感じですね。ちょっと一回上がるわ。暑い、死ぬ。ちょっと暑すぎてさ、一回フェードアウトしました。すいません。再開したいと思います。遊んでいる男と健全な男の磨き方。これはですね、私自分の説なんだけど、思ってることが一つあって、まず初対面とか、何回かしか会ってない中で呼び捨てで呼ぶ男は遊んでますね。とか、お前呼びとか、なんか普段は名前で呼ぶんだけど、ふとした時にお前っていう言葉を使う人は遊んでんなというふうに思いますね。で、遊んでない人はちゃん付けするのよ、基本ね。てか最初はちゃん付けがデフォじゃん、ってか妥当じゃん。だけどそれをあえてね、なんかルナとかそういうふうに呼んでくる男っていうのはちょっと慣れてる感じもするし、遊んでる感じはめちゃめちゃあります。次、フリマ東京楽しみです。絶対行きます。エピックジュエリー絶対買う。ありがとうございます。だけどフリマは東京ではしないんですよね。フリマじゃなくて次8月10日と8月11日2日間でエピックジュエリーのポップアップをやろうと思ってて、これはフリマではなくて、もうエピックの単独のポップアップという感じにしたいなと思って、東京の原宿で今考えておりますので、はい、皆様ぜひ来てください。次、ルナちゃんは復縁あり派ですか？私はなしですかね。はい、なしですね。一回めちゃめちゃ悲しい思いをして別れたのに、また付き合うっていうのはちょっとなんか勇気がいることだし、もう一回その別れたっていうのがあるから、なんかちょっといろいろ思うことがあるから、どれだけその時に好きでまた戻りたいと思っても、結果同じことになったら本当に嫌だから、なしかもしれない。なしだと思います、私は。次、憧れの人は誰ですか？やっぱ憧れの人はアレン様大先生ですね。もう私の憧れというか、なんていうんですかね、みんなの憧れだと思うんですけど、やっぱマインドが最強なんですよね。やっぱ善悪という言葉があるように、本当に善悪は正しいと思ってて、全てアレン様が正しいというね、言葉があるんですよ。もう本当にそれはそうで、そうだと思います。ワールドクラスビューティーということで、私はアレン様大好きです。あと七尾チャンネルさん、七尾さんっていう YouTuber いるじゃないですか。その人めっちゃ好きでめっちゃ見てるんですけど、なんか憧れの人って言ったらあれかもしれないけど、なんかめっちゃ喋ってるし、なんかそういう面白いワードがめっちゃ出てくるじゃん。それがめっちゃ好きで、ルナの好きな顔のタイプは TWICE のナヨンちゃんですナヨンしか勝たんという感じで、ナヨンちゃんが好きです。次、彼氏を信じるにはどうすればいいですか？やっぱこれは難しい問題というか、カップルにはつきものなんですよ。お互いを信じる信じない、信用してる信用してない、信頼する信頼しないっていうのはつきものであって、一概にこれということはないんですよ。なんか人それぞれのやり方があるし、でもルナはね、ルナの考えるのは、まずは自分が信じてもらえることが大事だと思うんですよね。自分がこうちゃんと誠実な行動をして、彼氏にちょっと心配かけないようにとか、彼氏を悲しませないよう行動をね、いつも以上に心がけてしたりとかしたら、なんかそれを続けていくことによって彼氏もちゃんとした行動をしてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか他人のことって変えられないけど、やっぱ自分は変えれるじゃないですか。どうにかして、てか一回信じてみたらいいんじゃない？彼氏のことを。もう信じてないけど信じてみたらいいんじゃないですかそれでもし裏切られたりとか、なんかこう
自分が期待してないような行動を取られた時はもうその時はその時ですよ。信じて見てない段階じゃん。だから信じて見るの、とりあえず。じゃあそれがいいと思います。とりあえずね、本当にバカになった気分で信じるんですよ。信じるの、疑うんじゃなくて最初から信じてみて、裏切られた時はもうその時というか、もうそれはそれで終わったらいいことだし、もうそれまで信じるしかないと思う。どうですか？なんか何言ってるか分からなくなってきたけど次、ルナちゃんのモチベは？私のモチベはやっぱり皆さんですね。この子にゃんこたちがいることによって私は大変助けられてることがあって、こんな私を好きになってくれる人がいるんだみたいな、こんな私のくだらない YouTube を見て楽しいと思ってくれて、なんか癒しになってくれて、そういう人たちがいるんだと思うとモチベになるし、もっと頑張ろうと思うし、あと今エピックのそのジュエリーのねやつをやってるんだけど、それでなんかつけてる写真を送ってくれたりとか、めっちゃ可愛いですとか、新作楽しみにしてますとか、ルナちゃんのジュエリー買いたいからバイト頑張りますとか、そういう DM が結構来るんですよね、ありがたいことに。なんかそういうのを見ると、よっしゃーみたいな、持ってやるぞっていう感じになって、それがモチベになるという感じですね。あとはもう先に楽しみを作るということですね。もう何ヶ月先でもいいから、とりあえず旅行とか、なんか彼氏と遊ぶとか、好きな人と遊ぶとか、なんか友達と遊ぶとか、そういう楽しい行事を先に作って予約を入れといて、それのためにダイエット頑張るとか、そのためにお金貯めるとか、なんかそれがやっぱモチベにつながってくるかなと思うから、そういう感じでモチベを維持してます。次、最後のこれは質問というか、なんか DM が来たので読みます。助けてください。生きづらいです。生きてる意味が分かんないし、生きてる価値なんてって考えてしまう。何を言ってんの？何を言ってんの？何があったか分かりませんけど、大丈夫。本当にこの前の動画でも喋った気がするんだけど、本当に大丈夫なのね。私も生きてるのが辛いというか、なんかそういう風に思ったことはないんですよ。自分の価値についてはめっちゃ考えます。私って何なんだろうっていう、なんかそういうことについてめっちゃバットに入った時はあります。死ぬなんて絶対考えちゃダメなことであって、それはもう絶対条件なんですけど、確かに生きづらい。今のこの世の中は生きづらいし、お金も必要だし、でなんかインスタとか TikTok とか流行ってるから、可愛い子に勝つために美容アプデをしたりとか、化粧品買ったりとか、美容室行ったりとか、そういうなんかいろんなところでお金かかってくるし、確かに生きづらい世の中ですよ今は。本当にお金だけじゃなくてね、なんかいろいろこうなんかね、地球温暖化とかなんかいろいろあるじゃないですか。コロナとかクラミジアとか、なんかそうだから、それはそうだけど、その状況にいるのはあなただけじゃないんですよ。みんないるの、この状況に。でそれを一生懸命に生きてるし、いろんな人がいて、みんな同じ状況の中、この世の中を生きてるわけですよね。そこでお金を持ってるとか、なんか顔が元からいいとか、こういうなんかタレント性があるみたいな、才能があるみたいなのは、いろいろあると思うんだけど、生きてる価値がないとか、そういうのはないと思います。きっとね、絶対何か一つ人間は持ってるんですよ。何か一つ持ってるの。最低一つは持ってると思う。だからね、本当に生きてる価値がないなんて言わないで。自分のためにね、本当に頑張ろう。もう時間解決してくれるですよね。もうほとんどのことは。だから頑張ろう。頑張れるよ。うちらならいけるよ。頑張ろう。ということですよね。やばい、滝汗えぐくねこれ汗。それはとりあえずね、労働人生、恋愛人生、ハローキティ人生ということはあるんですけど、だけどもう頑張ろう、みんなで。もう頑張るしかないんですよ、この世は。もう十分頑張ってるかもしれないし、努力もしてるかもしれない、やることやってると思うんだけど、これからもそういう感じで自分のペースでマイペースに頑張っていって、なんか自分がしたいことして生きてたら、それだけで偉いし、それだけでいいと思う。だから頑張ろうね。お風呂からの生中継でした。じゃあ皆さん、もう本当に暑くてのぼせそうなので、てかのぼせてるので上がりたいと思います。
みんな今日も見てくれてどうもありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。